はい、今回はですね、連続で組み立てばかりになってしまってあれなんですが、どうしても比較に加えたいということで作っていこうと思います。それがこちら、タミヤファイティングバギー2014。これまた言わずと知れたタミヤ電動バギーのレジェンドマシンですよね。時は10分の1電動オフロード RC カーレースの黎明期。1979年に同じくタミヤから登場したエポックメイキング的な存在のバギーチャンプの基本構造はそのままに、より実践的な装備を盛り込み、1982年に登場したのがこのファイティングバギーでございます。ダイキャストパーツをふんだんに使った重厚感のあるシャシとスケール感、そして味わい深さも大切にしたタミヤならではの構造で、44年経った令和の今なお特別な存在感を放つ一台となっております。ということでね、私の大好物なスタイルのマシンでございます。そしてこの後に続く80年代のタミヤバギーの始祖的な存在でもあるので、ここまで来たらやっぱりどうしても欲しいっていう気持ちが抑えれなくなってしまいましてですね、買っちゃってましたわ。ちなみに過去に作ったこのカスタムしたグラスホッパーもですね、私的にどうしても使いたくて、このファイティングバギーのルーフスポイラーとロールケージをありがたく流用させていただいて作っております。ということでね、もう我慢できないのででは行く。パカーン。うわー、かっけー。重厚感が高級感だ。出していくよ。まずはこっちのブリスターから。タイヤとギアケースと、これは何だろうね。まあいいや。で、これの下に F パーツと R パーツ。前後ホイールですね。B パーツはドライバーさんとライトポット。この2つが1つ目のブリスターの下に入ってましたね。で、次にこっちのブリスター。光り輝く足回りパーツの数々。あとはモーターとスパーギアとベアリングとかも入ってますね。で、これが箱になってるので開けていこう。パカン。箱の中からまずはバンパー、すごいしっかりしてる。 S パーツ、サーボセーバー、 K パーツ ×2、バッテリーホルダーとかサーボマウントとか、 X パーツ、これはダンパー周りのパーツですね。 D パーツ、ボディマウント、 A パーツ、ギアカバー、スパーカバー、いいねこれ。そしてメインシャーシとメカデッキ、板ですよ。かっけえ。で、アンテナパイプ。それからパーツバッグは組み立て順に A、B、C、D。すんごい重いよ。ずっしりしてる。箱の中身はこんな感じ。あとは、ボディと外装用の金属パーツ。で、ボディはポリカじゃなくて樹脂製なんですよね。そのままステッカーを貼るもよし、こだわって塗るもよし。そして最後に説明書とステッカー、ウィンドウネットもついてるよ。シャーシの組み立ては27工程。これ絶対楽しいよね。パーツにここまで美しさを感じるのはアバンテ以来かもしれないね。ということで、ありがたくいただきます。まずはギアケースの組み立てですね。すげえな。切るもんがないね。おそらくほとんどこの中に入ってるっぽい。で、今までいろいろ作ってみて、多分ですけど、2010年とか11年以降に復刻されたモデルは、パーツバッグが組み立て順になってるっぽい。多分ですけどね。ということで、やっていくよ。うん、こんなもんか。ダイキャストのギアケース。やべえね、これ。こっちは削りだね。
はい、ここでスパーギアの取り付けなんですが、ハイギアとローギアで選べるみたいなんですけど、ハイギアでいきますよ。そしてこの6番の工程が終わったらすぐにパーツバッグ B を使用する工程に入っていきます。ダンパーですね。やっていくよ。はい、こんな感じでリア周りができましたね。すんごい重厚感でめっちゃかっこいいね。ということでここからパーツバッグ C を使ってフロント周り組んでいきます。やっていくよ。
はい、ではここからパーツバッグ D を使ってメカ乗せやっていきます。これが最後のパーツバッグですね。で、今回使うメカ類なんですけど、復刻バギーなんで他のマシンでも使ってるこちらのセットでやっていきますよ。ESC はホビーウィングクイックラン1060。今回は最初から T 型プラグになっているものを用意してみました。そしてサーボはおなじみのサボックス SC1251MG で、このキットの注意点、このマシンはサーボホーンがついてないんですよ。というのもこっち側にサーボセーバーがいるんですよ。なのでタミヤさんお得意のサーボホーン一体型サーボセーバーではないんですよね。ということでサーボホーンが付属してないので、サーボに付属しているものを加工して使ってくださいねっていう感じになってますので、サボックスのサーボにも付属しているこちらをうまいことカットして使っていきます。やっていこう。タミヤサーボより出力軸が遠いから一旦こんなもんでいってみっか。お、ロットの長さいい感じだね。ESC と受信機はデッキ乗せてからにしようかな。はい、できました。お疲れちゃん。すんごいね、これ。もう本当にすごい。ファイティングバギーはラジコンを始めた頃から欲しいなーって思ってたマシンなんですけど、正直ちょっと高いなーっていうところでなかなか手が出なかったんですよね。でもこれね、高いけど高くないわ。だってほとんどメタルだもんね。発売当初からするとだいぶお値段は上がってしまってるんですが、内容を考えればもう致し方ないですよね。これは納得で、アバンテの時と同じような感想になってしまうんですけど、走行性能は辛いところが見えつつも、そんなことはもうどうでもいい。ただただめっちゃかっこいいんですよね。で、このリアビューを見ていただきたい。サスペンションは原始的なスイングアクスル式で、ピボットシャフトが後方に延長されてて、そこからアームを介してショックが取り付けられて、その先はまた反対側の足回りに直結。つまりショックが車体に固定されてない状態。これが FFPDS フリーフローティングプログレッシブダンピングサスペンション。自由に浮いてて段階的に減衰するサスペンションっていう解釈でいいのだろうか。この構造を受け継いでダブルウィッシュボーン化したのが、後のホットショットとかフォックスとかのモノショックとして
して受け継がれたのかなとかね、流れを感じますね。そしてこのフロントのダブルトレーリングアームもまた特徴的ですよね。ここは先代のバギーチャンプからそのまま引き継がれてる部分でもあるんですけど、これまたどちらかというと実写感を大切にしたデザインのワイルドワンとかそっちに受け継がれていったのかなみたいなですね。満足です。でこれね、組み立ての注意点なんですけれども、とにかく気をつけていただきたいのはビスの締め具合。金属とはいえ大キャストなんで正直めっちゃ簡単に舐めます。なので締め始める時にはビスが抵抗なく回ってるか否かをですね、もう感覚を研ぎ澄ませて感じ取っていただきたい。ちょっとでも抵抗を感じたら即座に引き返してほんのわずかにビスの差し込み角度を変えてみたり、ネジ山の当たり具合を感じ取りながら慎重に回しつつ、最後の締め付けでもレンチを持つ指の数を減らして力をかけすぎないようにキュッと締めて OK っていう感じで、とにかく締め具合に細心の注意を払いながら組んでいただきたいなと思いますね。あとはこのリアダンパーのエア抜きですかね。ダンパーからチューブ内にかけて気泡がなくなるようにしっかりエアを抜いてあげましょうねっていうくらいかな。それとホイール、これは後のマイティフロッグとかグラホ系シャーシにも使用されてるホイールなんですけど、ホーネットウェブの登場以降はデザインはそのままでありつつ改良されてホイールが組みやすくなってるんですね。でもこれは従来通りのきつい方でした。なのでホイールのセンターピースをタイヤ内に収めるのに一苦労でですね、ちょっと画面に収めながら組むのは無理だったのではしょりました。で工具に関しても基本的には全部ヘックスビスで 1.5、2.0、2.5mm の3種類が付属してるんですが、この L 字のヘックスレンジで全部組むのは結構きついと思うんですよね。なのでこういうストレートな持ち手がついてるタイプを用意しておいた方が気持ちよく組み立てができるんじゃないかなと思います。ということでですね、憧れの1台だったので大変気分がよろしゅうございます。で一旦ボディは仮組みしてみたんですけど、無塗装でステッカーだけ貼って走行比較しようかなと思ったんですが、やっぱりパリッと仕上げて走らせたいと思ってしまったので、しっかり塗装してから走らせていこうと思います。あとはですね、この車デフがないのでこれがどんな感じなのか気になるところですね。オプションパーツでボールデフが出てるので、いろんなところを走らせようと思うと入れておいた方が走らせやすいっていうのは確実だと思いますが、一旦はねこのままで走らせていこうと思います。ということで今回はここまで。あざした、終わりー。てかこれ長いバッテリー乗りそうだよね。お、見て、シンデレラフィットじゃん。ウェルナットはこのためについてたのか。乗ったね。